还是会影响到零的。接下来应该是要去比赛了吧？7段65歳福島県出身25歳でプロ棋士になる棋士歴40年最高成績 B1 に1期相当于一生都奉献给了将棋。海岸で何度か姿を見かけたことがある小柄でシャキシャキ歩く後ろ姿をしていた但是可能很多人就是穷极一生也比不过一个十几岁的小朋友。まるで想像がつかなかった僕の人生の倍以上の年月この81マスの盤の上で生き死にを繰り返した人松永さん松永さん C2 に降級したら引退ですって40年気が遠くなるほどの年月今どんな気持ちなんだろう林业他开始在想这些了，比如说40岁的他会是个看到什么样的风景？神様、もう正直帰っちゃいたいような気持ちです。あ、でもお願いですからどうか勝たせてください。パンパンとね。斑斑。確かに想像もつかなかったよ。そしておみくじ引いてるよ。凶吗？大凶。啊，好可爱呀！不过这些我觉得更会影响零之后对战的心情了。で、来ないんですけど、松永さん。ドキドキ。まさか本当に来た。よかった。止まった。動かない。时代的更迭。動いた。心理戦？これがベテランの何らかの作戦なのか。時間になりました。よろしくお願いします。お願いします。さあ、どう来るか。40年。40年後の僕は生きてるのかな。一定会非常幸福的。甚至是老爷爷形象的。完了，一周没看，我已经忘了之前补习的这些知识了。
錯乱だよね。きっとなんか策があるんだよね。よしよし。よし、入ったな。じゃあ行きます。7号符。お、今変な音が。好多可爱的动静，全都写在他脸上。什么替身出来了？で、3人銀。今度は美濃囲いに。ドキドキ。じゃあ 77K で。反而替他担忧。つらい。なんだかとってもつらいんですけど。お、引き上がった。あちゃ、お手飛車じゃ。え、確かに。でもそこに角を打ったら55に角を合わされて 36K で、まあ怪しくはなっても、それでも僕の方が優勢なんですけど。しまった。角を打たれたら。って何誘ってるの？林可，つか演技力低く。林可以解读一切。こんなの初めて。わざと負けようにもそれすらすでに難しい。もう終わりにしよう。そうしよう。心配だわ。だってほら、あなたって優しいから。ほんとすみません。優しいそこまで言っていただいて。優しい僕優しさとか実は持ってない。啊，像那种游戏的感觉。すみません。ご来場のないゆとり世代で。もうほんとすみません。けまし。態度悪。なんだそれなんだよ。那这样的话，真的要隐退了。っていうか人としてどうなのそれ。いいんですかそんなんで。うわー、尊敬させてよ。もういい。早く帰ろう。エレベーター待ちとかで一緒とかや哦，哎，我也会这样。两个人都太可爱了，真的，老人要是摔一下，很容易就。医者のスカン。転んだくらいで何が医者だ。これだから最近の若い者は情けない。でも今死ぬところだったって。うるさい、ごちゃごちゃ言うな。もう行け、行ってくれ。わしは今お前の顔は見てたか。おごれ。おごれ、そばだ。いや、うなぎだ。今もう行けって言いましたよね。だからどっちですか。特上だ。金持ってんだろ。反而很小孩呢，还有，OK。二刀流。
所以这是完结篇吗？真去吃啊！后边那也是鳗鱼吗？そろそろじゃ。なんじゃボス。うなぎは初めてか。ああ。前だろ。やはり一流になるためには一流のものを食わに始まらんぞ。どうよ。僕のおごりですけど。ああ、やだやだ。硬いな。情緒も減ってくれもない。ビールがまずく。但我觉得可能只是表面上这样吧，再怎么说也是40年的奇艺生涯。看来他们这些棋手真的都互相很了解啊。お前もあんなんが同じ屋根の下にいて相当いたぶられたんじゃないか。でもまあ女はみんな怖いもんだからな。うちの母ちゃんなんてそりゃもうそんなにもいけね。酒がまずくなら。そうだ、すみません。日本酒のお品書きを。おお、会津の魂があるじゃないか。知ってるか？会津の魂。わしのふるさと会津の酒。给我干哪儿来了？历史课上了。焼け落ちた江戸城の天守閣の再建案が出た折は、天下太平の今の世の中には必要ない無駄な出費は不要と却下。なんたる英断なんたる男気、まさに会津の誇り。それに知ってるか、年金制度。これも大元は正行と言われておるのだ。正行は飢饉に備え民衆のために米を蔵に貯める車窓法を定め、また90歳以上の老人には身分を問わず無料で米を配布するという今の日本の年金制度の元を作ったとも言われておるのじゃ。この福祉に重きを置いた正行の清く正しく慈悲あふれる精神がいかに今日の福島県民の心根の実直さを支えておるかわかるか若造。そして哦。いよいよ募集選手を得に入るわけだがその前にちょいと会津の魂おかわり。まいで何話しとったっけ。ああそうそう、うちの孫コウスケってんだけどその啊，好跳跃。福島県人の魂の話はどうなったの？ありがとうございました。よーし次行っちゃうぞ。酔っ払いだ。絵に描いたような酔っ払いだ。绘画停不下来。今もう一件って言いました？僕もう帰りますよ。もうお金ないし。バカモン、勝ったやつが先に帰るって何事だ。次はわしのおごりだ。いいとこ連れてってやる。这也算他照顾晚辈的一种方法吗？不是，这真的很危险。老年人真的还是。どうもこの頃酒が足に来てな。細い腕。40年駒だけを掴んで生きてきた腕。
永さん、ついに引退するらしいわよ。哇，勝てる気がせんかった。骨の髪の他可能已经就是打算要结束了嘛。中に着くまではどうやってかっこよく負けるかばっかり考えていた。お前はわしを知らんかったろうが、わしはお前のこと因为他觉得自己平平无奇嘛。40年番にしがみついても何の記録も残せんか哦ったわし。不，哦，天呐，这全是他这么多年的累积。松永さん、将棋好きですか？知らん。知るもんか。勝った時は叫び出すほど嬉しくて、負ければ内臓を泥ぐすで踏みにじられるように苦しくて、天呐，世界中に生きる価値なしと言われたような気持ちに苛まれた。なのに、それなのにやめられなかった。この気持ちをそんな言葉などで言い表せるものか。もしもし、レイ、今どこ？へこんでいると思ったから慰めてあげようかと思って。聞いたわ、今日勝ったんでしょ？仕方ないわよ、勝負ですもの。あなたのせいじゃないわ。だからやめないよ、松永さん。続けるって、将棋。何それ、どういうこと？レイ、さあ、行きますよ。哦，心配してるんですね。騎士は体力がいい。确实他都已经很瘦小了。やめたらわしは家で威張りなくなってしまう。今まで勝利のためだと言って家では一切威張りしてこんかった。これでやめたら家族からどんな仕返しがあるか分かったもんじゃない。おいこら、そんな理由でだよ。考えただけで让我多尊重你一会儿啊！さあ、これからは家事は分担よ。仕込みがあるわ。
也是。恐ろしい。魚洗ったり孫を洗ったりさせられる。洗おうよ。もう洗っとこうよ。引退しなくても。嫌じゃ嫌じゃなくて、家族は助け合うものなんです。なんなら僕教えましょうか、家事。嫌じゃ嫌じゃ嫌じゃ。何と言われようとも絶対に嫌じゃ。我还是很喜欢这种，其实也更多展现了一些其他棋手的，类似于是棋圣百态吧。就毕竟有输就有赢，总会有这些输家，他们可能就是一生都奉献在这个事业上，但是并没有任何所获，或者没有留下任何事迹，甚至可能敌不过一个高中生，或者说是更年轻一代。我真的太喜欢老爷爷，就是坐在那个椅子上面，然后后面仿佛是梵高那种星空的画面，然后人和这种夜景交织在一起，真的看似是那种宁静的、平静的一种静态，其实挣扎的不仅是这种笔的线条，也其实还有这个人物的心境。他本身连自己都要放弃自己了，并且可能也认为将棋放弃了他了，但是他还是不想放弃，还想要继续坚持，即使自己都已经如此的瘦小，没有什么力气，步入老年，而且也并不是因为要依赖将棋，就是说是一种生存手段或怎样，他就是不想输。我觉得这可能就是他作为棋手的一种精神吧。而且我觉得林他也是在遇到这些形形色色的骑士们，然后也自己收获了很多，这也是他成长路上必经的一环又一环嘛。我也很高兴看到他前面就是对于自己的未来有了更多的思考。而且就像爷爷说的，这种无法放弃的心情哪是只言片语就可以表达的出来的呀，也包括就像他跪在那个地上，然后那周围一片全是各种各样的将棋立在边上，就是像一种岁月的坟墓一般。他经历了这么多，在将棋这条路上走了这么远，这些所有岁月的沉淀，他从中每一年每一个时刻每一场比赛，这些心情真的已经很难就如此轻易简单的通过一段话表述出来了。其实也让我多少想到了在地球运动里面那一位学士，可能穷尽一生研究的一切，所有你的这些成果，到了你们已经快要死去的时刻，你才知道原来一切这些都是错的。多少人他们在这种历史长河中什么都没有留下，就这样籍无名的度过了这一生，有时候就是如此的不公平吧。其实我觉得林在这个时候遇到爷爷也是一个很妙的时机，怎么说，就是爷爷身上正是他现在缺乏的，就是对于这种喜爱的事物非常纯粹的一种追求，而且完全是无怨无悔那种态度，就这样奉献了一生。对于箱子，我觉得目前看到现在，我多少有点能就是明白这个角色吧。首先我觉得他给林打来的这一通非常刻意的电话，我觉得并不是什么安慰，甚至跟安慰完全截然相反。我觉得反而是想看林受挫，因为他知道，他看出林的这种温柔，他知道林他如果战胜了这个老骑士的话会怎样，就好像是不断的再来提醒林，是你在夺走别人的一切，别人的人生。他明白林会多少有一种愧疚之心之类的，他就专门在林这种心灵上的伤口上撒盐，就给我一种因为他自己已经坠落到这种黑暗的深渊中，所以他也不想让林好过，反正目前我看出来是这种感觉。姐姐真的还是蛮病态的，但是我觉得这个角色也塑造的太立体了，你能感觉到作者是花了非常多的心思在塑造姐姐的这个形象上。在我看来，她并不是什么就是傲娇啊，或者说是刀子嘴豆腐心那种角色，虽然她也是有自己可怜的地方和身世的，但是就是他真的是在理所当然的伤害着林，并且是持续如此。这集看的真的还是挺心酸的，尤其是这种暮年的角色，我真的是看不得一点。但是我也很高兴看到他们都就是这些其他的棋手，他们其实也各自拥有着可能不为人知但是各自精彩的生活吧。毕竟大家应该也都能认清，不是谁都能留下些什么的，但是即使是如此的无力，他们都还在继续着向前，我觉得这真的是一种莫大的鼓励。那这一视频就要结束了，我们下次再见了，拜拜。